こんにちは、Aスタイルです。私は今宮古島に来ています。宮古島周辺にある伊良部島、池間島、来間島と橋でつながっていて気軽に訪れることができます。それぞれの島には魅力的な場所がたくさんあるため、今回の宮古島旅行シリーズではエリアごとにおすすめのスポットをご紹介しています。前回の動画では伊良部島、下地島エリアをご紹介しました。もしよろしかったらそちらの動画も見ていただけたらと思います。この動画は宮古島北部と池間島のおすすめスポットをご紹介いたします。宮古島の北部は空港や市街地から少し離れた静かなエリア。素朴な雰囲気を感じる集落や農村風景が広がり、のんびりとした時間を過ごすことができます。宮古空港からバスやタクシー、レンタカーでアクセスできますが、バスは本数が少ないので、観光する場合はタクシーやレンタカーを利用するのが良いと思います。まず私が最初におすすめするスポットは、宮古島の中でも特に美しいビーチと言われている砂山ビーチ。宮古空港から車で約20分、市街地からは約15分の場所にあります。駐車場はとても広く、トイレやシャワーなどの設備もあります。ビーチは駐車場から徒歩約5分。砂で覆われた丘を越えた先にあります。南国の草木が生い茂る砂道は結構急な坂道にもなっていて歩くのが大変。スニーカーで行くのが良さそうです。途中何度もくじけそうになりましたが、他の頂上にたどり着くと美しいビーチが見え、疲れが一気に吹き飛びます。砂浜は約70メートルとコンパクトなビーチです。裸足で歩くと気持ちがいい滑らかな白砂と、グラデーションが美しい透明度の高い海で、トリップアドバイザーの日本のベストビーチトップ10にも選ばれています。そしてビーチの横にある大きな岩も見どころの一つです。波の浸食によって作られた天然のアーチで、美しい白砂と青い海、大きな岩が作り出した景色はとてもフォトジェニック。多くの方が写真を撮っていました。波は高めでサメに噛まれる事故もあったビーチなので、水遊びには注意が必要ですが、この自然が織りなす独特の景色は見る価値あり。坂道を頑張れそうな方におすすめのスポットです。砂山を登った後は少し休憩したい。砂山ビーチの入り口には砂山カフェもあります。ご夫婦で営んでいるおしゃれな一軒家カフェで、宮古島の食材を使った手作りにこだわった料理を提供しているそうです。店内にはテーブル席やソファー席、カウンター席があり、外にはテラス席もあります。メニューは宮古牛や宮古そばを使ったフードメニューをはじめ、ぜんざいや黒糖を使ったスイーツ、南国フルーツのジュースやスムージーなど宮古島らしいラインナップ。ナポリタンやピザ、アイスフロートなど喫茶店のような食事も楽しめます。おしゃれな雑貨も販売されていました。私はランチを食べたかったのですが、残念ながら満席。今回は飲み物のテイクアウトの利用となりましたが、オーナーご夫婦は気さくな方で、とても雰囲気が良いのでおすすめです。
ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。次にご紹介するおすすめスポットは宮古島海中公園。宮古島の自然そのままの海を服を着たまま観察できる観光スポットです。宮古空港から車で約25分、砂山ビーチからは約15分ほどの場所にあります。広大な畑が広がっていて、目印になるような建物はないため、ひたすらナビ通りに進みます。現行フレアイランド公園の横が宮古島海中公園の駐車場です。大きな駐車場ですが、道路から看板は見えにくいので通り過ぎないようにしましょう。駐車場の横にある道を3分ほど歩くと海中公園があります。大きな岩の看板があり、その先が入り口です。この建物は宮古島海中公園の管理棟。チケット売り場やトイレ、売店があります。ロビーは展示スペース。宮古島の海の自然や生き物を紹介しています。ロビーの先には体験コーナーがあり、貝殻を使ってフォトフレームやアクセサリーを作っていました。売店では宮古島の海や魚に関連した商品を販売しています。貝殻細工や手彫りの島ぞうりなどスタッフ手作りの商品も並んでいるそうです。この施設の見どころ、海中観察施設のチケットはお土産売り場の横にあるチケットカウンターで購入できます。売店から先が有料ゾーンです。海の中の世界へは階段を降りて向かいます。車椅子用のリフトはありますが、エレベーターなどはありません。結構急な階段なので、ベビーカーをお持ちの方は周りの方にサポートしてもらうと良いでしょう。階段を降りていくと海に潜っていくようなワクワクした気分になります。海中観察施設は約150平方メートルのゆっくりとした空間です。入り江の一角に作られた施設で、縦長の窓から海の中を見ることができます。カラフルな熱帯魚は140種類以上確認されていて、ウミガメやサメが遊びに来ることもあるそう。子供から大人まで多くの方が楽しんでいました。ガイドの方の説明もとても面白く、魚や海の状態など詳しく教えてくれます。冬の朝の海が一番透明で綺麗に見えるそうです。施設内には海が見えるカフェもあり、島の食材を使ったトロピカルな島ご飯やスイーツを楽しむこともできます。小さなお子様や海の中が好きな方におすすめ。雨の日の利用も良いと思います。水族館とはまた違う自然の海を普段着のまま楽しんでみてはいかがでしょうか。宮古空港から車で約30分、宮古島海中公園から車で10分ほど北上すると、いよいよ宮古島の最北端、橋を渡って池間島に向かいます。橋の手前には10台ほど止めることができる駐車場があります。この橋は瀬戸橋。
池間大橋の手前にある橋で、橋の歩道から池間島や池間大橋、美しい海が見えます。宮古島の西端にある岬、西辺名崎の風車が回っているのも見えます。瀬戸橋の全長は99メートルと短いのですが、渡り終えるとすぐに池間大橋が続きます。全長1425メートルの池間大橋は、船の運航のため中央部が盛り上がった形をした海の上をまっすぐに伸びた橋です。橋の片側に歩道があるので歩いて渡ることもできます。橋のドライブはとても気持ちがいい。でも車に乗っていると欄干で景色はあまり見えません。でも大丈夫です。橋の宮古島側と池間島側には車を止めて景色を楽しめる場所があります。いずれの場所も宮古島側から見ると対向車線側にあるため、池間島を一周した後に立ち寄ります。池間島は人口約600人。昔ながらの沖縄を感じる周囲約10キロの小さな島です。車で15分ほどで一周できます。島内には灯台や沖縄県最大の湿原、池間湿原があり、希少な生物や渡り鳥の飛来地として島全体が鳥獣保護区に指定されています。島の北側にはヤビジと呼ばれる国の名勝及び天然記念物に指定されている日本最大のサンゴ礁が広がっていて、多くの方がシュノーケリングやダイビングを楽しみに来るそうです。もちろんビーチもあります。私は人が多く集まっていたフナクスビーチに立ち寄りました。緑にも青にも見えるグラデーションはもはや海だと思えないぐらい透明です。シュノーケリングで多くの魚が見えたと皆さん大興奮でした。池間島のドライブはあっという間に終了。池間大橋の手前、売店が並ぶエリアに立ち寄ります。私が行った時は満車でしたが、ほとんどの方が長時間滞在しないため、意外とすぐに駐車できました。池間大橋に一番近いガイミールが人気スポット。お土産売り場が併設されている食事処で、お店の2階と3階が展望台になっています。池間大橋を上から眺めることができ、遠くには伊良部島や宮古島、島のほとんどの場所が聖域とされている池間島の北東にある大神島も見えます。気持ちの良い海風や遠くの方まで続く美しい海を眺めていると、日頃の疲れや悩みが小さいことのように感じます。ガイミールの横からビーチへ降りることもできます。少し水遊びをするぐらいなら、島内のビーチに行かなくてもここで十分楽しめそうです。ガイミールの他に沖縄らしい民芸品が並ぶアダンや、雑貨や海鮮丼を食べることができる大漁問屋があるユニバーサルマーケット、海の家、おしゃれな海カフェのループホールもあります。美しい景色だけでなくショッピングやお茶もできるので、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。最後に池間大橋の宮古島側の橋のたもとにある展望所をご紹介します。
宮古島の海は基本的に美しいのですが、ここからの景色はレベルが違います。個人的に宮古島でナンバーワンの海の色だと思うので、ぜひ訪れてほしい本当におすすめのスポットです。宮古島北部池間島のおすすめスポットいかがでしたでしょうか。空港や市街地から少し遠いのですが、海の美しさは随一です。宮古島観光の際、ぜひ参考にしていただけたらと思います。次回の A スタイルは宮古島の東部で泊まったホテルザ・リスケープをご紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。